こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回は第1部第3部の序盤まで使用できるガンドールをフル改造して、その竜の命の輝きを検証していきたいと思います。強化パーツを4つ装備することができるので、まず V アップユニットとソーラーセールで攻撃力上昇と毎ターン44のエネルギー回復を可能にします。フル改造と V アップユニットのおかげでガンドール砲の攻撃力は2550アップの4950まで上昇していますね。また攻撃力3850の16門ビーム砲は何気に弾数が60あるので弾切れの心配なくほぼ撃ち放題の武器でもあります。前回の動画に引き続きビラド星に突入中ということもあり、シャピロ氏の部隊との戦闘になります。ではシャピロ氏曰くの愚かな地球人による全長 1.4km 全高 600m の戦艦と科学者による突撃のガンドール砲から披露していきましょう。エネルギー充填 100% ガンドール砲発射。いかん、出力を上げろ。ひるんな。この程度はかすり傷だ。ガンドール砲発射。このまま引き下がれん。発射。確保を撃て。ちょうど葉月博士の前に撃ってくださいとばかりに整列をしてくれているので、このガンドールは甘く見たな。ひるんな。この程度はかすり傷だ。反撃開始だ。確保を撃て。やってくれたな。発射。発射。発射。シールドを閉めろ。撃て。撃て。ガンドール砲で沈めたこのグザードは機体性能が特別高かったり厄介な特殊能力が備わっているわけではないのですが、攻撃力3200で射程後のマップ兵器の自爆を持っているという少々癖が強い敵なので一気に落としておきました。このガンドールは甘く見たな。迎撃戦闘用意。確保を撃て。撃て。死ぬがいい。やらせるかよ。大丈夫、このまま行く。エネルギー充填 100% ガンドール砲撃て。この私に逆らうとは愚かな。死ね。やらせない。これくらいなら落ちません。撃て。貴様、殺してやる。超強気かつ底力があり能力全般も高いので人工知能などよりも手強いはずですが、戦艦援護もあるガンドールにダメージすら与えれないシャピロ氏では、
そんなシャピロ氏には気力150の統率による熱血の同時攻撃を食らっていただきましょう。発射。シャピロ、ここで決着をつけてやるぜ。やってやるぜ。どうかな。攻撃力は十分なので命中プラス10の16門ビーム砲で確実に攻撃を当てシャピロ氏を撃破ですね。またボーナスで空を S にしているので空中戦において圧倒的な火力を披露してくれたガンドールと葉月博士でありました。後半戦は機体性能がどこまで上がるのかという好奇心から V アップユニットを4つ装備して出撃することにしました。多少の攻撃力が落ちるものの HP16400 と走行2720による耐久力、エネルギーにおいてはソーラーセールも必要としない840まで上昇しています。ギラド星の中心部に到達した葉月博士ご一行ですが、ガンドールを使用できるのはストーリー上このステージでラストとなります。このディラド星を消滅させるためにナデシコの代わりにガンドールを爆発させるという英断をされた葉月博士。そのため10ターン以内に敵を全滅させなければならないという条件も追加されます。なので前半同様葉月博士の気力を高めたところで八門団空ガに乗った方が敵の増援として登場されます。このステージでのガンドールは移動ができないので敵の攻撃を集中させるため味方機を一旦搭載させます。さらに一度試してみたかった一斉砲撃格乱を開始。使用してみると回避成功。示弾に備えろ。ガンドール、よく頑張ってくれた。発射発射。発射。よし、いいぞ。援護する。よし、いいぞ。ガンドール、よく頑張ってくれた。撃て。やってくれたな。撃て。損傷は軽微。引き続き作戦を続行する。もらったね。シュー。運動性も128まで上昇しているので敵の命中率が半分になる格乱を使用すればほぼ敵の攻撃が当たらない戦艦となるガンドール。また当たったとしても装甲が2740あるのでダメージが入ることもなく援護攻撃や防御を駆使すれば移動できなくても十分に無双できる葉月博士とガンドールと葉月博士の活躍に少々油断していると前半に紹介していたグザードに思い切り自爆されてしまいました。いつも自由奔放に敵を落としていく飛び影師もグザードの自爆に恐れをなしたのか上司たちも驚きの突如対応されます。ガンドール砲発射。
けないガンドールを助ける気もない忍者ロボの存在は忘れて、ここからは葉月博士のもう一つの力をフルに生かして攻勢に出ます。当たれなんとたわいのない者たちよ、己の力のなさを恨むがいい。ってたまるかよ。ここからならばエンゴス発射。所詮はその程度か。葉月博士は援護攻撃、援護防御のレベルも高いので味方機の支援に回ることで力を発揮することが可能です。まだだまだだ。効かないね。逃がすな。前方の敵に集中砲撃だ。撃て。まだだ。 HP 回復もあり、底力が発動すると若干攻撃が当たりづらくなるアベルシですが、集中砲火で一気に削っていきます。さらにケイムシがとあるパイロットに攻撃を仕掛けてきます。こんなところに隠れておったか。多少の損害は構わん。味方の機体を守れ。損傷は軽。引き続き作戦を続行する。恐れるな。前に出ろ。我ら植物の生命力まだわからんようだな。こちらはコメントでもいただいていたおなじみ王子こと浦木少尉ギラとドのために堀川対決による戦闘となりました。バランサーがクソやってくれたな。発射。当てるつもりだったのか。では当てる気ではなく消滅させる気でいきましょう。ロボットかよ。アグレッシブビーストチャージだ。このままでは。なっちまったか。すまねえりょう。次はちゃんと避けるからよ。ここからならばエンゴス発射。ガンドールが動けないのであればお互いに援護攻撃や援護防御できる味方機で囲めばよいのではという戦術で、さらばアベルシ。甘いんだよ。行くぜダンク砲。我らギラドの力こんなものではない。まだわからんようだな。狙いが甘いぜ。ここからならばエンゴス発射。まだやれる。前に出るから。多少はやるようだな。まだわからんようだな。程度で落ちはしない。エンゴス撃て。これほどとは。もうダメだ。おしまいだ。性能はアベル機と同等で、底力が発動してからの回避力と防御力に地味にダメージが入る電撃が厄介なケイムシですね。ならばこの方の一撃で決着をつけましょう。行くぞ。まだ死ぬわけには。来たね花火だ。本当はアベル氏がいたので山寺対決も盛り込みたかったのですが、グザードの自爆に巻き込まれてしまっていたデューク氏。また王子が乗るアプサラス2はアルティメット細胞を装備して HP 回復があるので、
安心して戦エネえます。ルギー充填 100%。ガンドール砲撃て。マップ上部にいるシャピロ氏の部隊は動かないので、最後のブザードを落としてガンドールと葉月博士の活躍はここまでとなります。そんなとこで何してやがる。シャピロであーおう行くぜ。アグレッシブビーストチャージだ。やってやるぜ。ぞ私を悩ませたと褒めるべきか。誇りと敗北、生き残るのはどちらかな。何やってんだよ下手くそ。パチモン弾空ガに乗るシャピロ氏ですが、こちらのターン数もギリギリとなってきているので、最大火力で一気に落とさせてもらいます。行くぞ。ファイナルくだらん。私を目覚めさせたようだな。負けるわけにはいかない。いかないんだ。どうした？笑えよベジータ。てめえそんなとこで何してやがる。シャピロアグレッシブビーストチャージだ。やってやるぜ。前半戦は攻撃力特化で破壊力を示し、後半は耐久性だけでなく援護攻撃、防御、そして回避力で輝いてくれたガンドール。今後も強化パーツや特殊能力をフルに使ってぶっ飛び性能がありそうな機体を検証していきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。